韓国ソウル地下鉄チョンの三ヶ駅。駅から出ると一気に蒸し暑い。今日行くところはこっちやな。よし行こう。何屋さんかわからん前を通り過ぎる。さあまっすぐまっすぐ。最近飯食べにチョンロの方ばっかり来てる。こっちか。ほんまこの辺は細かい道が多い。まあそれが楽しかったりすんねんけど。ほんまに店ある？こっちは電気とかアクリルとか書いてる。ほんでもってこっちは計測器って書いてるし、正面はなんかいろいろ見えるけど俺が行きたいところではないのがわかる。どこ？迷子のお知らせやでこんな。チャイムの音でふと見上げる。チョンの食べ物通り。ここやんか。あ、地図載ってるわ。なんや、ただまた細い道や。お、ロレックス？10代の後半にめちゃくちゃアルバイトして20歳の記念に自分のために高いロレックス買ったのに1年でなくしてもうた。それ以降は腕時計は嫌いや。修理するロレックスもありませんね。ロレックスなんて投げ捨ててやる。金属。少し歩いたらこっちは防塵防水コネクタ。もうさっきと変わらんやんか。食べ物通りちゃいますの。ここもなんやようわからんけど印刷で書いてるから絶対ちゃうし、こっちに至ってはカラオケやんか。マイク投げつけたろかな。そのうち徘徊してるおっさんがおるってみんなの携帯に通知いきそうや。あ、チョングクちゃんの匂いがする。今にも豚が飛び出してきそうな表情。こっちはコッちゃん屋さん。やっと食べ物屋さんが増えてきた。ここはキムチチゲとか焼き魚。そういやさっきから魚の匂いがしててん。あ、ここで焼いてるやん。うわあ、匂いがする。ちょっとだけ見てみよう。うわ、練炭で焼いてる。ちょうど今サバが焼かれております。猫が通ったら持っていくで。猫になったのかしら。お、また今度は何？すごい古そうな LP。 上には VHS もある。お店の正面こっち側か。数年前から韓国は LP が流行ってる。あんまり行ったことないけど LP バーとか結構できてる。俺も大阪の実家には LP が大量にあったりする。賢い私生活の OST の LP とかも出てんねや。うわ、懐かしいの見つけた。グリーンデーのドゥーキーやん。全く同じ LP 持ってんで。俺10代の頃パンク好きでいろんなものに反抗する前にまずは重力に反抗しよう思って髪の毛立たし。ああ、ご飯。1日1本髪の毛固めるスプレー使ってたのは内緒やで。さあもう見えてきた。着いた。早くもっこし。50年の伝統と書いてある。これもまた文字のフォントだけ見ても古い感じがする。そしてその下にはチャミスルの瓶の歴史。わあ、俺見たことないやついっぱいある。こういうの楽しいよなぁと思いながら、これまた古そうな扉を開いて入店です。こちらのメニュー、タットリタンの大中小のみである。いわゆる専門店。座った場所から見えたこの文言、逆になってるけどわかるで。ニンニク爆弾。あら、金の神野ちゃん。足元には服。いやもう招き猫みたいな存在になってるやん。닭도리탕 소자 하나랑요. 소주도 한 병 주세요. 네. 진로 있어요? 네, 진로 주세요. 注文と同時に用意してくれたおかずは豆もやし、そして角的だけ。全部がシンプル。これなんや。伝票もシンプル。鶏と酒のとこに1本ずつ入ってる。最近多いんが白シャツを着てるからが店員さんがすぐエプロンを持ってきてくれる。そんな優しさを装着。きた。ぐる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 。焼酎の瓶の歴史を乗り越えろローリング。完璧。せや、今日はど根性ガエルのピョン吉と一緒に。お腹やけどなここ。まずは1杯目をついでいく。ピョン吉と一緒に1杯。この白さ守ってくれよヒキガエ。
ありがとうございます。今まで白シャツ何枚捨ててんねんなんて思ってたら料理がやってきました。ニンニク爆弾。また匂いも匂いするやないの。すべての具材がすぐに踊り出す。40代男性もすぐに踊り出す。舌も出る。すくい上げると肉が見える。せやな、もうちょっとだけ待つか。鳥さんとの急な対面でいきなりお腹が減ってきた。そんな時はこいつで決まり。俺の大好きな豆もやし。口から豆もやしが生えてるぐらい入れてしまう。少し味付けされてる豆もやしは癖になってしまう味。この口にたっとりたん放り込みたい。その代わり焼酎を放り込んで我慢する。どうやろう。色的にはもうええからそろそろいけるんちゃうかな。よし、今度はお玉で鍋の底からこんもり持ち上げる。うわ、ほらーい、ストップ。完璧。まだまだ。次はこれ。ニンニクが染み込んだスープを上からかけてあげる。上から冷気をまんべんなくフーフー。まず一口目は黄身からいこうかな。よう煮立ってスープも染み込んでそう。全体ではなくパーソナルフーフー。ここは入念にしとかな。絶対にやばいから。俺知ってるし。ええかな、保険でもう一回。そして一口。鍋から出てくる湯気に乗ってこんなところまで来て体が動いてしまう40代男性。まず感じるのは何といってもこの鶏肉のホロホロさ。弾力がありながらもいつの間にか口からなくなっている。鶏肉から出てくるエキスからひょこっと覗かせるスープのうまみ。骨についてる肉までしゃぶり尽くしてしまう。一口食べたらすぐに手が伸びる。もう焼酎を迎え入れる口になっていた。そして止まることを知らない俺の口と右手はスープを1スプーンごくり。俺の中で新しいたっとりタンの味がアップグレードされた。スープの色とあれだけのニンニクを見て、ここのたっとりタンちょっと辛いんちゃうかなって心配してたけど、辛くないしむしろ甘みを感じる。だから肉も進むかぶりあっつ。普段は禁物やけど食べることはやめない。暑い夏に火の前で食べるの嫌いじゃないけど汗は出てくる。ちょっとこのガスバーナー止めようか。あったあった。これでよし。あれ、火が強まってる。逆や、湯気に襲われてもうてる。こっち。グツグツが止まった。あ、火を止めたら姿を現したお餅一本救出。すまん、ほんまは先に食べるべきやったんやろうけど、俺は鶏肉に心を奪われてた。よかった、まだプルプルさともちもちさが残ってた。感謝する。残りの肉も骨の髄までしゃぶり尽くした後はスープをワンショット。俺このスープ好きやわ。まだまだいくで。ショーといっても鶏1匹ぐらい入ってるからお肉はたんまり。鶏をよそっていると中からじゃがいももちらり。忘れちゃいけないこのスープ。上からたんまりかけてやる。鶏もも肉。フーフーしてる間に気づいた。この部分はやっぱり手で食べた方がええやろ。そしてもう一つ気づいた。熱い。なので一気にかぶりつく。鶏肉のホロホロさと手の熱さを同時に感じながら横に目を移してみると、テレビ番組に出た時の写真がある。ペクチョンウォン先生は隅っこで隠れて食べていたと。鍋持って隠れようかな。こいつも鍋の中に隠れてた。これはさすがに熱いやろ。前歯を入れた瞬間、じゃがいもが大分裂。それほど柔らかくなってるっていうことですね。じゃがいもはやっぱりこのホクホクさがええ。でも熱いから片手には焼酎をセット。おお、落ちそうだった。びっくりして一気に口に入れてしまった。そして焼酎で流し込む。焼酎の後は決まって流れ作業。焼酎でリセットさせた味にスープをしっかりと染み込ませる。もやし、そしてもう一本の鶏もも肉、そして角的を口の中に放り込む。
大根の少しの苦みとだんだん甘くなってきたスープを親子の杯のように飲んでふと考える。 라면사리 하나만 주세요. 예. すぐさまスープを追加していただき火をつけてくれる。伝票にはサリの「サ」に1本入った。早く分け早く沸くんだ。もう少しやね。だから小休憩。慌てない慌てない。もやしが刺す方向を覗いてみるともう沸いてきた。おっとぎオープン。そんな中からラーメン祭。さあ行ってこい。投入。ちょん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 。俺もおっとぎに変身。上からスープをかけてあげしっかりと育ててあげる。茹ですぎないように気をつけな。もうちょっとかかりそうやな。苛立つ気持ちをクールダウン。よしよし、感じになってきた。よし、ガス止めよう。またや、湯気が俺を襲い出す。また逆や、こっちや。止まった。出来上がり。ラーメンを慎重にすくい上げる。もう早く食べたすぎて鍋とお皿に箸がかかっていることも気づいてはいない。箸は鍋に戻っていき一口。出た、この吸引力。ダイソン。すかさず角的も一口。やっぱよう合う。次は少し残った鶏肉とラーメンも一緒に取っていく。次は箸がかからんように注意して。そんなことしてたら服に飛ばすからな。鶏肉とラーメンを一緒に頬張る。これが本当のチキンラーメン。やっぱり吸引力は衰えない。ここでの締めの麺類は今日僕が頼んだラーメンサリとカルグクスが置いてある。どっちもうまそうで迷ってんけど、こんなん見てもうたからラーメン頼んでもうた。実際どっちも絶対うまいと思う。完食したもののこのうまいスープがもうちょっと残ってんねんな。 볶음밥 하나만 주세요. その前にこのじゃがいもだけを救出作業。鍋を持っていかれて急に寂しくなった。이모님 잘 부탁합니다と言ってもさっき頼んだ時まだ食べんのっていう顔されたけど、伝票には手書きのシステムもあるのね。来た。이모님 고맙습니다。鍋が動いてしまうから少しつかみながら混ぜていく。もやしも結構入れてくれてる。熱い。スプーンで持ち上げ海苔の匂いするわ。そしてもう一スプーンもやしもたっぷりと。そして事前に救出しておいたじゃがいもをこの上でクラッシュ。俺は事前に考えてた。これをやりたかったんや。感じにクラッシュされて混ざってきた。しっかりとフーフーをした後一口。これはうまい。トロトロのじゃがいもと豆もやしの食感がご飯と相まって締めにはぴったり。やはりご飯ものには角的行きたいねんけど、欲張りさんの工作開始。一つの動きで2倍の食感。これが正真正銘一石二鳥。鳥やからな。年季の入った鍋からすくうチャーハンもとどまることを知らず口に運んでいく。たっとりタンを作ったお鍋でラーメンとチャーハン、スープの有効活用や。そして角的も一切れ。さあそろそろラストの一杯になってきたか。今日はエプロンにもジンロちゃんがいてくれたから心強かったで。ってことで最後の一杯。さあ食べた食べ。韓国エプロンあるある。エプロンがないとこに限って飛ぶ。けどジンロちゃんの笑顔はフォーエバー。チョンの三ヶ駅にある老舗のたっとりタン専門店。ニンニクがあんだけ入ってんのにもかかわらず煮込まれてるからかそこまでニンニクの匂いはしない。お肉もホロホロでそこまで辛くないスープも絶品やった。いやー美味しかった。お、またたっとりタン。こっちにあんの？何もない路地やと思ってたら奥の方にお店がある。タッポックンタン営業中やって。いやあかんて、もう食われへんて。これが本当の一石二鳥。もうそんなこと言うてる場合ちゃうねん。もう食われへんて。チャルモゴスムニだ。